皆さん、こんにちは。今日はエクスプレッションツリー、つまり式義について分かりやすく解説していきます。プログラミングでデータ構造の勉強をしていると、式をキーの形で表す方法がよく出てきます。この動画では、エクスプレッションツリーの定義と目的、演算子とオペランドがどのようにノードとして表現されるのか、簡単な算術式からエクスプレッションツリーを作る例、そしてキーの操作方法、prefix、infix と postfix。これらを順番に解説します。最後まで見ると、エクスプレッションツリーがしっかり理解できるようになります。まず、エクスプレッションツリー、つまり式義とは何か。エクスプレッションツリーは算術式や論理式をキー構造として表現したものです。キー構造とは親ノードと子ノードの解消で表されるデータ構造です。エクスプレッションツリーの目的は、複雑な式を構造として分解し理解しやすくする、コンピュータが式を評価しやすい形にする、そして、コンピラやインタープリタで式の改正を行うためといった理由があります。例えば、人間は、3たす4かける2を見たときに先にかけるのを計算してその後で足すのをすると理解しますが、コンピュータは式の優先順を理解するためにエクスプレッションツリーを使います。エクスプレッションツリーでは、内のノード、つまり派以外は演算し、派ノード、つまり末端のオペランドとして現れます。エクスプレッションツリーの構造はとてもシンプルです。まず、オペランド。オペランドとして3、x、7などを表示できます。そのような値は派ノードになります。次に、演算子、例えば、プラス、マイナスといった交互は、内部ノードとして表されます。つまり、エクスプレッションツリーでは、オペランドは派に、演算子は内部ノードに送られるというとてもわかりやすいルールになっています。例えば、A プラス B という式なら、ツリーはこうなります。このキーは次のような式を表します。上のプラスは演算子、オペレーター、下の A と B はオペランド、つまり値です。全体で A プラス B という式になります。A かける B プラス C なら、このエクスプレッションツリーは A と B をまず A と B をかけて、その結果に C を足すという式を表しています。キーの一番上のプラスが全体の演算を表すルールノードです。左側、掛け算のノードがあり、その下の A と B の2つのオペランドが置かれています。つまり、A×B を意味します。右側には C があり、この派ノードです。そのため、このキー全体は A×B プラス C という式になります。演算子は必ず左右にコノードを待ちます。オペランドはそれ以上分解できないので、派として使われます。
ここからは実際の算術式を使ってエクスプレッションツリーをどのように作るのか見ていきます。まず、一つ目の例は3たす4かける2です。この式はエクスプレッションツリーにするとき、最初に考えるべきポイントは一番外側で行われている演算の何かということです。この式の場合、最も外側で行われているのは掛け算ですね。左側には3たす4、右側には2が入ります。これをツリーにすると次のような形になります。つまり、まず3と4を足して、その結果を2とかけるという流れが階層構造として表現されています。次は少し違うタイプの例で3たす4かける2です。ここでは演算子の優先順位が大事になります。一般的に掛け算の方が足し算より優先されます。つまり 4×2 を先に計算してその結果を3に足すという順番になります。これをエクスプレッションツリーにするとこうなります。左の範には3、右側には掛け算ノードがあり、その下に4と2が置かれています。このツリーによって、どの演算が先か、どの値がどの演算に対応しているのかがとてもわかりやすくなります。次に、エクスプレッションツリーの操作について説明します。エクスプレッションツリーを評価するときには、Q のノードを特定の順番で移れる必要があります。よく使われる操作方法は、主に3つです。1つ目は、プリフィックスです。最初に紹介するのは、プリフィックス線近くです。プリフィックスでは、ねから左から右の順にノードを移れます。特徴は演算子を先に書くという点です。例として次のツリーを見てみましょう。このツリーをプリフィックスで書くと、プラス 3×4、2という形になります。コンピューターにとってとても読みやすい形式です。2つ目はインフィックス。次はインフィックス、つまり中置記号です。移れる順番は右からねから左からねから右になります。これは私たちが普段見慣れている普通の算術式の書き方です。例えば、同じツリーだと3たす 4×2 という形になります。ただし、このままだと優先順位が分かりにくい場合があります。その時は、まず3たす4、その後でそれを2にかけます。そのように必要に応じて括弧を使います。3つ目は、ポスフィックス。最後に紹介するのが、ポスフィックス、つまり高知記号です。順番は左から右からねです。演算子を最後に書くのはポイントです。同じツリーをポスフィックスにすると3、4、2、次はかけること、次はプラスという形になります。ポスフィックスはスタックを使った計算と相性が良く、電卓やコンパイラなど多くのシステムで便利されている形式です。このように、エクスプレッションツリーは、プリフィックス、インフィックス、ポスフィックスという3種類の操作によって
様々な表記に変換できます。表記は違ってもどれも同じ計算を表しており、目的や処理方法に合わせて使い分けられています。Expression tree を理解すると、式の構造、計算の順番、そして評価方法がとてもクリアに見えるようになります。今日は Expression tree について定義と目的、ノードの構造、式からツリーを作る方法、prefix、infix、postfix の操作、これらを学んできました。Expression tree はコンパイラー計算機、そしてデータ構造の基礎とも言える重要な概念です。ぜひ自分でもいくつか式をツリーにして操作方法を試してみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。